ちらのドラレコなんか丸いこれついてるんですけど、これはですね、360度カメラがついてて、こう画面が4画面になるみたいな感じの、ドラレコでして、いいかなと思ったんですけど、これちょっとあんま良くないですね。いずれこれも動画でちょっと上げたいと思います。いるからもうはい、てさあ始まりました。奥様もうちょっと後ろ向くの無駄よ。はい、さあ始まりました。ケーキャンバンコンマイルームでございます。商品買いました。こちらです。私といえばドラレコマニアでございまして、さまざまなドラレコを試しましたけど、今回はこのアキーヨから出てるですね、360度ミラー型ドラレコというのを購入いたしました。これにした理由がね、今まで前後カメラとか横のカメラとかいろんな位置のカメラをつけてたんですね。およそ8カメ9カメとか、すごくそれいちいち動画取り出すの大変だったんですけど、なんとこれ360度撮れてますので、それぞれのワンショットを撮ったりとか、前撮ったりとか、バックカメラ撮ったりとかっていうのがこれ1台でできるというですね、非常に頼もしい商品でございます。じゃあ開けていきます。開封。結構ね、これ電源を切ってる状態でもこうやってキラキラして普通に鏡としても見れるみたいなものらしいんですよね。あ、重い。ちょっとね、この厚み見てわかるかな。ちょっと今までさまざまな本当何機しかわからないぐらいドラレコを使ってきましたけど、これは比較的重めですね。このケーブルなんですけど、形状は古いですね。 USB ですね。昔の USB の形ですね。マイクロ USB で、これが AV だからカメラだと思いますね。で、ここが GPS で、これが AV-IN2 なんで、多分これはバックカメラみたいな、この商品なんですけど、なんか2パターンあって、1つのカメラがこれですね。これが360度のカメラで、こう前の方を撮りたかったらこうで、自分たちの方を撮りたかったらこういう風な感じで、あとはバックカメラでサイドカメラをつけることもできるというような商品です、本来は。で、僕はサイドカメラちょっとなしでいこうと思ったので、バックカメラとこのカメラの2カメでやるという感じですね。これはシガの電源ですね。これは GPS ですね。GPS なんですけど、これ時間合わせとか、あと位置情報を収録してくれるので、後でこの辺を撮ったみたいなことを GPS 情報も一緒に入れとけば分かるんですけど、私はあんまり使わないやつですね。なくてもいい。バックカメラ用のやつなんですごく長いと。で、これがバック線に連動して、バックライトとかですかね、白いやつ、あれに連動してオンになるみたいな機能を使いたければこれをつなぐと。そうですね、リアのカメラでアキーヨっていうロゴがついてるんですけどね。で、これは室内用のカメラです。だから、窓ガラスに直接貼り付けて外を見るというタイプになっています。はい、これはもう自分で回しすぎないように。あとは内張り剥がしがついてますね。はい。そしてこちらの方が、これはバンドですね。で、説明書が入ってます。すべてカラーで日本語で書かれてますので、非常に分かりやすい感じになってると思います。さあ、といった感じで中身はこんな風になっております。ちょっと見えにくいと思うので、このシールを剥がします。ここになんか説明書が書いてあるんですけど、クイックインストールガイドがあるんですけど、ちょっとここに書いてある配線図と実際のものの配線が、ピンの位置がまたちょっと違ったりするんで、あんま当てにしない方がいいかもしれないです。はい、結構この段階で見えますかね。ほら、これ
鏡みたいに映るんですよ。じゃあこれを接続して使ってみたいと思います。あ、ちょっとこれきつい。いけた。よいしょ。おお、来たね。はい、電源つきました。おお、ちょっと今ね、ここにカバーがついてるんで見えにくいと思うんで、これちょっと取っちゃいます。あ、結構鮮明ですね。1、2、3、4、5カメ出てるという状態ですね。バックカメラだけ、これがフルですね。360度で、これなんですけど、まあこれいろいろ今出てるじゃないですか。でこれ一個一個任意の場所に変えれるんですね。わかります？わかりますか？自分が見たい位置に変えて使うことができる。つまりここ画面で、この画面が例えば僕のワンショット、これ奥様のワンショットで、これバックカメラで、あと他の部分のツーショットを撮ったりみたいなこともできると。ちなみに収録されている動画はこういう球体の動画になっておりますね。でこれをソフトを介して、ちょっと見えるようにすると、これが実際にドラレコで収録している時のその4画面のやつですね、という形で見れたりとかもするという感じで、後々プレビューも大丈夫です。でですね、フロントカメラを使うときはフロントカメラのモードがあるので、これですね。これがフロントカメラのモードなんですけど、これフロントカメラのモードにするともう動かせないと。写真撮っちゃった。びっくりした。はい。っていう風なモードチェンジに一応なると。で、これは360度で、これは3画面ですね。だから任意の自分の撮っときたい、撮っときたいというか見ときたいみたいな感じですかね。でここ真ん中がバックカメラ、こっちはそれぞれの見たい方を見ると。でこれが4画面ですね。4画面にするときは下を開けていただいて、ちょっと分かりにくくてすみませんね。自分が見たい方を見るみたいな設定にするということができます。ちょっと非常に面白い機能満載です。でこれ設定なんですけど、コードセンサーですね。強めに修正入れるかどうかですね。で G センサーなんですけど、これはちょっとした振動で自動収録が始まると思うので、これいいんでオフにしています。でフリッカーレス、これは西日本東日本で 50Hz か 60Hz か変えるってことですね。撮らないで待って説明してるから。でリアカメラを反転するかどうかですね。であとスクリーンセーバー、これ1分したら普通に暗くなって消えるみたいな設定ができると。これ常時表示でいいと思います。でこちらは収録すること、収録じゃないわ、操作する時の言語は日本語で、操作音の音量ですね。低めでいいし、はい、ちっこくなった。でヘッドアップディスプレイモードで車速、方向、日付っていうのを出してるってことですね。で車速のみ、日付のみオフみたいなことができます。今一応フルですね。あとキロですね、何キロ出てますよっていうのを GPS で測ることができます。これも GPS 挿してればって感じですね。そして、フォーマットリセット、日付、フォーマット、なるほど、ここでフォーマットできる。かなりレスポンスが早いですね。これすごく快適な。ちょっと今まで中華製を使ってたのでだいぶ感覚が違って戸惑いを感じますね。結構思ったよりも画面は綺麗にかなり見えてるなーっていう感じでしたね。あとこの暗い電源入っていない状態でも本当にミラーですね。それではつけてみたいと思います。
さあというわけで数日こちらの方使いました。はいでですね、ちょっとまあ何点かやっぱり思ってたのと違うなという機能がありましてですね、まあ使った感想を最後ちょっと述べて締めたいと思うんですけど、まずこちらバックカメラですね。これ今結構明るく見えてるかと思うんですけど、実はこれ結構暗いんですよ。前もともと使ってたやつ比較して暗いと私が思うだけなんで、これ個人差がもちろんあると思うんですけど、まあちょっと見にくいなと、暗くてっていう部分がまあ1点。そしてですね、もう1点、こちらの画面もこの GoPro で見てる分には明るいんですけど、肉眼で見るとかなり暗いんですね。でツーショットはね、まあなんとなくこう撮れてるんですけど、このワンショット見ていただくと、これこうウィーンって斜めになってる、奥さんもすごいウィーンって斜めになってる。これはねやっぱちょっと使えないなっていう、この画角だと。まあやっぱ360度のカメラがここに固定されてるんで、こうもっとこう上を向いてくれれば水平にさらになるのかなと思うんですけど、この角度までしかいかず、カメラもこれもそんなに上がらずということでですね、ちょっと思ってたこれでツーショットもそれぞれワンショットも撮れるという感じではないなと。やっぱ暗い。あとこれ上で今これ2個ですけど、本当は GPS つなげば3個になっちゃうんですよね。この3個ビロビロ線が出るのもちょっとあんま好きじゃないなと。でちょっと接続するにあたりね、サポートセンターアキーヨさんのサポートセンターにちょっと1個連絡したら、撮った動画、こちらの動画は球体で撮れてるんですけど、この球体再生するのって Windows でしかちゃんとできなくて、僕使ってるのがメイン Mac なんで、 Mac でやる方法ありますかっていうことでリターンがあったのが、このソフトなら使えますみたいな、そのアプリも使えないアプリだったんですね。使えませんよと送ったら、このソフトを使ってくださいって。あれこれもしかしてコミュニケーション取れないパターンかなみたいな、ちょっとですね日本の方じゃないのかもしれないなっていう返しが来ると、そっかっていう感じでしたね。なんでこれはちょっと私は外しちゃうかもしれません。まあ普通に使う分にはね、いろいろ多機能に使える面白い機能がいっぱいあるのでいいのかもしれないですけど、私にはちょっと合わなかったなという360度じゃないんだけど360度みたいなドラレコでございました。さあ今回は以上です。それではまたって言ってもらっていい？ちょっとこれ切るから、はい。意味ないでしょ。これも切るわ、はい。本当にやめてほしい。それではまたって言ってもらっていい？それではまた。